もしあなたの身近にスパイが何食わぬ顔でいたらどう思いますか？遡ることおよそ25年前の1997年6月、北朝鮮の首都平壌の中心から車で数分走った場所に重々しく佇む別荘がありました。その巨大な別荘に招待されたのは韓国人のパク・チェソ43歳。ごく緊張のあまり息を飲む音が別荘の大広間に響きます。無理もありません。パクの前にいるのはあの北朝鮮の最高指導者キム・ジョンイル。その時パクは本来なら決して許されないものを携帯していたんです。それは彼の任務を果たすための小型レコーダー。厳しいボディチェックをもすり抜けたそのレコーダーは一体パクのどこに隠されていたのか。それは尿道の中だったんです。韓国の工作員として最も危険で難しいとされる任務をやり遂げた男性は一体どうやって北朝鮮の最高指導者と会うことができたのか。その巧みなスパイ活動が暴いたのは信じたくもない策略だったんです。オーソスウォーアイニーケンちゃんです。愛してる。ケンちゃんです。なんで私に向かって言わない？やみこさん、さてね、本日皆様にご紹介するのは北朝鮮をターゲットにした韓国のね、工作員についてのお話なんです。大丈夫か喉動揺しちゃった。いや、工作員ってさ、スパイ、まあそういうことですね。北朝鮮にスパイに行った人なんていたの？生き残って帰ってきた。逆にね、北朝鮮から来るイメージだったね。まあそうね。北朝鮮でスパイって恐ろしいよね。恐ろしいわよ。でも北朝鮮行ってみたいですけどね、僕。まあ確かもうね、むちゃくちゃ危ないんですけど、工作員がね、それでもね、自分の国のためにね、もう危ないとこ行くってことは相当国への愛がね、すごいんですよ。もう僕らの想像のはるか上、もう想像もできない。忠誠心がすごかったんですね。そういうことなんです。それでは早速、超危険な任務を任された男が敏腕工作員に変貌していく様子を見ていきたいと思います。偽りの人生。遡ること29年前の1993年、韓国のソウル。そこには昼間から酒を浴びるように飲み、暇さえあればギャンブルに興じている男がいました。そのだらしない男はパク・チェソ40歳。彼の職業はなんと韓国軍の情報司令部の少佐。パクは国の重要な情報を管理する軍人という立場にもかかわらず、ギャンブルのために同僚から借金をするような堕落した生活を送っていたんです。軍人の仕事に文句を言い続け、酒にも溺れたパクは最終的に借金も踏み倒し自己破産。当然そんなダメ人間に軍人など務まるはずもなく、情報司令部も退職することになりました。ではなぜパクはこんなダメ人間になり下がってしまったのか。実は彼にはある特別な事情があったんです。酒とギャンブルに溺れ自己破産し、軍人を退職するというのはパクにとっては重要な任務だったんです。なんとパクの正体は秘密情報を扱う国家安全企画部、通称安企部に所属する工作員、いわゆるスパイだったんです。工作員とは国家のために情報収集や非公開の任務を秘密裏に行う人物のこと。さらにパクは安企部から工作活動のターゲットとしてある国を指定されていました。その国とは韓国が世界で最も接点を持つことが難しいとされる国、北朝鮮なんです。1993年、北朝鮮が核不拡散条約から脱退したこともあり、韓国は北朝鮮の核開発に敏感になっていました。将来の戦争を回避するためにもパクは北朝鮮の核開発に関する情報を集めるという重要な任務を任されていたんです。ではなぜパクは工作員の任務としてわざわざダメ人間になる必要があったのでしょうか。その理由は経歴の上書きのためだったんです。パクは工作活動をする上で北朝鮮に警戒されない人間になるため、あえて自己破産をした元軍人という経歴を築き上げたんです。いやー、そんなところから工作活動って始まってんのね。経歴のね、上書きっていうのは工作員の中でも基本の木なんですよ。ダメ人間のままじゃ重要な任務なんてできないんじゃないの？ですがね、パクのね、工作員の経歴作りにはまだ続きがあるんです。当時の北朝鮮は経済的援助を受けていたソ連の崩壊もあり、最悪な経済状況。その窮地を脱するため貿易で儲けたいと考えていた北朝鮮は自国以外の国との取引で必要な外貨を獲得することに必死だったんです。工作員となったパクはこの北朝鮮の経済的困窮に目をつけるんです。彼は自分が羽振りのいい実業家となり、儲け話で北朝鮮に近づく作戦を計画。そして1994年、パクは工作活動の拠点を中国の北京に移し、実業家としてビジネスを展開するんです。そ
それは当時北京で北朝鮮高官が外貨獲得のために活動しているという情報を掴んでいたから。すると翌年の1995年にはパクは北京で金回りのいい実業家と評判になり、とうとう北朝鮮高官と共通の知人を持つまでに人脈を広げたんです。パクは満を持してその知人に北朝鮮に儲かる事業を提案したいと伝えると、これを知った北朝鮮高官は興味を示すんです。こうしてついにパクは実業家になってからわずか1年程度で北朝鮮高官との商談の場を設けることに成功するんです。しかしその商談の場でいよいよパクが計画していた儲け話を切り出そうとした時でした。北朝鮮高官がおもむろにパクにあるものを差し出してきたんです。それを見たパクはあまりの衝撃に息を飲みます。なぜならその高官が見せてきたのはパクの母親の写真だったんです。怖えな。何それもう。なんと北朝鮮側は韓国で庭いじりをするパクの母親の写真を持っていたんです。つまり北朝鮮はすでにパクの身辺調査を行っており、韓国のパクの母親まで把握していたということを表しているんです。これは暗にもし北朝鮮を騙すようなことがあれば覚悟しておけという脅迫だったんです。脅迫のやり方のスケールでかっ。このように北朝鮮の情報力はパクの想像以上であり、パクは身の危険とともにこの先の取引に一抹の不安を覚えるんです。北朝鮮やっぱりすごい情報も張り巡らしてるわね、これね。怖いっすよね。怖いわこれ。ね、俺らの身近にもね、いるかもしれないですよ。そうよ。すいません、北朝鮮本部ですか。僕の隣の席の人が美味しそうな唐揚げ弁当食べてますとかね。いいじゃない、それは。言われてるから。それはいいじゃない。本当に。皆さん気をつけてください、マジで。ではパクはこの強気な北朝鮮に対してその後ね、どんな風に挑んでいくのでしょうか。パクは北朝鮮の脅しに一瞬ひるんだものの、平静を装い彼が計画していたある儲け話を提案します。その儲け話とは北朝鮮国内での CM 撮影。パクは北朝鮮で韓国商品の CM 撮影をすればその話題性から相当な利益が見込めることを試算していたんです。しかしパクの本当の思惑はもちろん北朝鮮を儲けさせるためではなく CM 撮影という名目で北朝鮮に行くということ。というのもパクが核開発に関するより詳しい情報を入手するためには北京にいるままでは難しく、実際に北朝鮮に潜入する必要があったんです。めちゃくちゃ怖えけど俺も北朝鮮絶対にいつか行ってみたいんです。そこで彼は北朝鮮にとっても美味しいこの CM 事業を提案し、自分の工作活動の窮地を抜け出そうとしたんです。そのビジネスのために実際の広告会社まで設立していたパク。北朝鮮側はそんな彼を敏腕実業家と信じ、外貨獲得を確信したのか、最高指導者であるキム・ジョンイルの許可が取れ次第具体的に進めていこうと事業の合意に至ったんです。こうしてパクは現実味を帯びた北朝鮮の潜入に期待を膨らませ、 CM 事業の準備に取り掛かったんです。めちゃくちゃ順調そうに見えるけど。確かにこのままね行けば北朝鮮にはもう行けそうですよね、ではね、果たしてねパクの工作活動はその後ねうまくいくのかというところなんですけど、この後ねなんとチャンスと障害のね2つが交互に訪れていくんです。歴史的瞬間。月日は流れ、翌年の1996年4月5日、パクと北朝鮮との CM 事業が順調に進められていた一方、韓国と北朝鮮との間である事件が勃発するんです。その事件とは北朝鮮軍による韓国との共同警備区域内での武力攻撃。これはもちろん韓国にとって脅威であり、韓国国内は戦争が始まるかのような緊張感が張り詰めたんです。しかし実はこの北朝鮮の武力行使の目的は戦争ではなく、あるものに影響を与えるためでした。そのあるものとは韓国の総選挙。どういうこと？なんで北朝鮮がその武力行使したら韓国の政権に影響が出るわけ？それはですね、韓国における派閥争いが関係してくるんです。というのも、とある政党を倒すためのね、北風工作と呼ばれる手法がこう横行するんですよ。選挙の時に。何北風工作？北風工作。風邪ひこよ。ちょっと違う。というわけでね、本日のメトラキーワード、北風工作について。韓国で政権選挙が行われる際に北朝鮮の力を利用し国民の支持を保守派に集める作戦が北風工作と呼ばれます。韓国の保守派は北朝鮮に対し強硬的な姿勢を取る政党なので、北朝鮮からの攻撃があると国民は北への反感を募らせ保守派に支持が集まるんです。この国民心理を利用して保守派の人間が選挙前北朝鮮に韓国への偽装攻撃を依頼するんです。一方北朝鮮はその見返りに保守派の人間から金銭や利益を享受することができるので、これを受け入れてしまうんです。
パクの工作活動中に起きた北朝鮮の武力挑発はちょうど韓国総選挙の1週間前に起きていました。当時の韓国の与党は保守派だったんですが、総選挙の予想は民主派である野党の第一党が優勢。これに危機感を覚えた与党の人間が北朝鮮に武力挑発を依頼し、この北風工作が実行されたんです。そして1週間後の総選挙では北風工作の甲斐があってか保守派である与党が勝利する結果となりました。裏でこんな汚い取引行われてるなんて知らなかったわよ。来たねえな。来たね私のことちげえわ。たださ、北風工作とパクの工作員活動ってなんか関係あるの？その辺のね関係性はね後々分かってくるんです。まずはねその前にねパクが直面するね衝撃の出来事から見ていきたいと思います。北風工作が実行されても結局パクの任務には影響は見られず、彼は順調に CM 事業を進めていくことができたんです。しかもこの頃にはパクは CM 事業のための北朝鮮入国が許可されていたんです。こうして彼は実業家として見事北朝鮮の潜入に成功。 CM 事業の名目で核開発が疑われている場所近辺の調査を開始したんです。そんなパクが北朝鮮の平壌で仕事をしていた1997年6月のある夜のこと、彼が CM 事業の裏で北朝鮮高官たちの盗聴を繰り返し核開発のヒントを探っていた時でした。パクが滞在していた平壌のホテルに突然北朝鮮の担当者が乗り込んできたんです。パクはとうとう工作員であることがバレたかと最悪の状況を覚悟しました。すると担当者はシャワーを浴びて今すぐ身なりを整えろと命令。拘束されるのになぜそんなことが必要なのかと動揺したパクでしたが、言うことを聞くしかありません。しかしパクはその後ベンツに乗せられると自分に起きた状況を理解します。自分が今から連れて行かれる場所はキム・ジョンイルの別荘だったんです。そうなんです。パクは拘束されたのではなく CM 事業で北朝鮮に莫大な利益をもたらす実業家としてキム・ジョンイルに接見することを許されたんです。キム・ジョンイルと面会し、もし気に入られれば北朝鮮での自分の立場が保障されるのと同じこと、核開発の情報をつかむという任務には絶好の身分になるわけなんです。そしてその貴重なキム・ジョンイルとの会話を記録に残すためパクはレコーダーを体に仕込もうと考えたんですが、そこには一つ問題がありました。それは面会の前に行われる厳しい身体検査。いやいや、隠しレコーダーなんて絶対バレるじゃないのよこれ。そこはねさすがパクもねプロなんです。工作員のプロっていうのもちょっと怖いですよね。キム・ジョンイルも実業家といえども韓国人との面会は警戒するはず。なのでパクは自分が何かを隠し持っていないか念入りに検査されることは分かっていました。そしてもしレコーダーを仕込んだことや自分が工作員であることがバレれば祖国韓国に相当な不利益を与えることは確か。しかもこのキム・ジョンイルとの面会は突然訪れたチャンスだったため特別な装置を用意する時間もありません。この状況に焦ったパクだったんですが、なんとか面会前に絶対にバレないレコーダーの隠し場所を思いついたんです。その場所とはなんと尿道の中。なんでそんなこと思いつく？どうやって育ったらそんなこと思いつく？小さな高機能レコーダーを自らの尿道に押し込みキム・ジョンイルとの面会に挑んだんです。味わったことのない緊張感に包まれたパクだったんですが、ここまで来たらいざという時の覚悟はできていました。なぜなら彼は身分がバレた時に行うある特殊な訓練を受けていたから。それは自らの素手で急所を突き死ぬこと。そんなことできるの？素手？毒とかじゃなくて素手で素手死ぬんだっていうのもあるし、抜き手？尿道にレコーダー入れるとかも想像しても痛っ、うわうわそれは私も無理よ。でも私には尿道はあるっていうな。わでキム・ジョンイルとの面会はうまくいったの？確かにねそこがね心配になるところなんですけど、パクのピンチっていうのは実はね意外なところからやってきてしまうんです。意外な黒幕。豪華に飾られた大広間に通されたパク。あまりの緊張に生唾をごくりと飲み込み足の震えに耐えていると、そこに現れたのは北朝鮮最高指導者キム・ジョンイル。パクの緊張とは裏腹に一見穏やかな表情を見せるキム・ジョンイル。しかしその目の奥は冷たい。そしてキム・ジョンイルはパクにお酒を勧める。パクは一瞬迷ったものの、すいません、今は親との約束で禁酒中でして、南北が統一したらぜひ乾杯させてくださいとその酒を断った。実はこの発言、ゴマを吸ってくる人間が嫌いというキム・ジョンイルの性格を知っていたパクの作戦。自分の意志を強く持つ実業家を演じ、キム・ジョンイルに気に入られる可能性にかけたパク。しかし逆にこの発言によりキム・ジョンイルの機嫌を大きく損ねてしまう可能性だってある。体中に滴る冷や汗を感じながらキム・ジョンイルの反応を恐る恐る待つパク。
いい心持ちだ。聞こえてきたのは納得したようなキム・ジョンイルの言葉。パクは見事その堂々たる態度でキム・ジョンイルに気に入られ、30分にわたる面会が終わる頃には CM 事業の全面的許可まで手にしていた。このキム・ジョンイルとの面会の後からパクはキム・ジョンイルお墨付きの実業家として堂々と北朝鮮内で CM 撮影の準備を進められるようになったんです。核開発が疑われる施設への接近もよりやりやすくなり、パクの任務はまさに順調そのもの。しかし同時にパクは任務の中である想定外の情報を掴んでしまうんです。それはパクが工作活動の一環として北朝鮮高官とある組織との会話を盗聴している時でした。ある言葉がパクの耳に飛び込んできたんです。大統領選前にまた軽くミサイルの武力挑発を頼むよ。そう、なんと来たる1997年12月に行われる韓国の大統領選に向け、韓国与党が北朝鮮に再び北風工作を依頼していたんです。ただパクにとって最も想定外だったのは、新たなる北風工作の計画自体ではありませんでした。それは盗聴した会話で明らかになった与党と結託して北風工作を計画しているもう一つの韓国組織があるということ。その組織とは国家安全企画部。つまりパクが所属している暗記部が与党と組んで大統領選挙で野党の候補者を落とす策略をしていたんです。ここで北風工作がパクに絡んでくるわけね。でもなんでそんな暗記部が北風工作に絡む必要があるの？それはですね、こんなえぐい理由があったんです。パクの所属する暗記部はもともと与党と同じ保守派が作った組織だったんです。暗記部の前身だった組織に至っては敵である民主派の政治家を拉致、殺人容疑まで起こした経緯もありました。そして今回の北風工作で暗記部が当選を阻止したかった野党の候補者こそが、かつて暗記部が殺そうとした政治家キム・デジュンだったんです。大統領選でキム・デジュンが勝利すれば、かつて殺されそうになった暗記部は廃止される可能性が濃厚。つまり自分たちの首が飛ぶ事態を避けたい暗記部が与党と結託して北朝鮮に北風工作を依頼していたんです。自分の任務を遂行する中で韓国与党と暗記部の秘密裏の取引をしてしまったパク。このままでは大統領選前にまた北朝鮮が武力挑発を起こし、選挙結果に影響が出てしまうんです。しかもその策略の張本人が自分の所属する暗記部という現実。この事態に悩みに悩んだパクはついに驚くべき行動をとるんです。それはなんとキム・デジュンへの密告。パクは工作員である自分の身分を隠したままキム・デジュンの所属する野党議員に連絡。そして北朝鮮と野党、そして暗記部が新たなる北風工作を策略していることを知らせて警告したんです。パクをこの行動に駆り立てたのは、彼が持っていた非常にシンプルな信念からでした。それは韓国の大統領選に北朝鮮を介入させるべきではないというもの。まさに国を思って密告してるっていうわけね。でもかっこいいけど、これ自分の工作員活動になんか支障出ないわけ？そこがね、気になるところですよね。身を挺してね、北風工作を阻止しようとしたパクにはさらなる向かい風が吹き荒れるんです。まさかの裏切り。パクがこの北風工作を密告すると、キム・デジュン側は北風工作の防止対策を強化。一方パクも知人の北朝鮮高官に北風工作をやめるように説得します。こうした対策の末、大統領選前の北朝鮮による武力挑発は結局実行されませんでした。その結果、1997年12月18日、大統領選で当選したのはキム・デジュン。こうして韓国の政権は保守派政党から民主派であるキム・デジュンの国民会議党が握ることになったんです。パクの行動が実を結んだんじゃないの？そうですね、その北風工作のね、阻止っていうだけが勝利の要因ではないにしろ、影響はあったでしょうね。しかしこの後パクは自ら阻止したね、北風工作の余波に襲われることになるんです。1998年2月、当選したキム・デジュンの政権が発足すると、北風工作に対する捜査が開始。当然捜査の手は当時の保守派与党、そして暗記部にも及び始めることに。焦った暗記部は北風工作の疑いの目を自分たちからそらすため、ある作戦を思いつくんです。彼らはなんと暗記部の過去の活動記録にある虚偽の内容を織り込んだ資料を作成し、マスコミにリークさせたんです。その資料にはパクが韓国と北朝鮮の二重スパイだと書かれていました。暗記部はまずパクの工作員としての立場を暴露した上で、彼が北朝鮮側に韓国の機密情報を漏らしていると資料に加えたんです。そして今回の大統領選に備え、パクが北朝鮮と韓国の議員たちをつなげて裏取引を斡旋していたかのような印象を与える内容が書かれていました。つまりパクは自身の所属する暗記部の策略によって二重スパイの容疑までかけられる事態に陥ったんです。暗記部は自分たちの保身のためにパクに罪着せてさ、めちゃくちゃ悪巧み集団じゃないこいつ。そうなんです、この後もね、パクはジェットコースターのような人生を歩まされることになるんです。
その後の捜査でパクは北風工作を防いだ立役者であることが判明し、無事に疑いは晴れることに。一方、実際に北風工作を策略した暗記部の幹部たちは逮捕されました。工作員を続けられなくなったパクは志仲間にして暗記部を退職。その後は実業家として再び北京で北朝鮮を相手にした事業に携わるんです。そして2005年には工作員時代に断念した韓国企業と北朝鮮の共同 CM 事業を中国で実現。しかし2010年6月、なんとパクはスパイ容疑で逮捕されました。なんで？実は2008年の総選挙で再び保守派政党が与党になり、パクの行動がマークされ始めたんです。パクには身に覚えのない容疑だったんですが、結局彼は懲役6年の実刑判決。パクは現在すでに出所し、これからは愛する家族のために生きていくと話しているんです。そして尿道などに隠してキム・ジョンイルや北朝鮮高官との会話を録音したテープはコピーして日本を含めた海外の数カ所に今も保存してあるんです。そのレコーダーには一体何が記録されているのか。